ちは、マリーです。今回はピンクのグラデーション窓のあるサンルームを作ります。浮かせなしで簡単ですが、設置の順番が大切なところが多いので、作るときは最初から順にやってみてくださいね。まずは下準備です。床の内装はマス目のあるセラミックフローリングに変更しておきます。天井照明はフォルタンシャンデリアで照度は2にしておきましょう。それでは制作スタートです。最初にステージパネルで制作範囲を囲んでいきます。1枚目は中央に合わせながら奥から3マス目のところに置きます。2枚目は壁から2マス、奥から5マスの場所に設置します。反対側にも同様に3枚目を置きます。次は今置いたパネルにつなげてもう1枚ずつステージパネルを足していきます。さらにもう1枚ずつ斜めに設置します。この時グリッド3回分回転させて斜めにします。そして両端がぴったりつくところから1グリッド前に出した場所に設置します。反対側も同様に置きます。次にマーブルアルコーブベッドを今置いたパネルに重ねます。カーテンと下の土台のところがすべて隠れるように重ねましょう。両側にも同じように置いていきます。次にウォールランタンをステージパネルに貼り付けます。床より少し上の各パネルの真ん中くらいに貼りましょう。両側にも貼り付けます。その後、カントリーチョコボカウンターを裏返しにしてパネルに重ねます。上の茶色い木の板が隠れて、下の棚部分だけが見える場所に設置します。両側も同じようにします。次にグラデーションの光になるキャンドルセットを置いていきます。綺麗なグラデーションにするためにはキャンドルとパネルの適切な距離感が大事なのですが、目安としてはキャンドルを回転させて棚の手前に短いろうそくが少し見えるくらいがちょうど良いポジションになります。同じようにして各窓に2つずつ置いていきます。次にブックシェルフシークレットパーティションを
窓枠として重ねていきます。裏返してから木の枠のラインだけが見えるようにステージパネルに重ねます。両側も同じように重ねます。続いてサンルームの土台作りです。まずはウッドスラットパーティションを自分が見やすい位置に置きます。そこにウッドビームを窓枠のカーブの高さくらいを目安に貼り付けます。そして今貼ったビームの中央より少し下に2本目のウッドビームを貼ります。このようにウッドスラットに接するくらいの位置で貼り付けましょう。さらに3本目を2本目の中央より少し下に貼り付けます。そして3本目のビームにウッドルーフウィンドウを貼り付けます。3本目に貼れているのを確認します。この状態で1本目のウッドビームを動かすとウッドルーフを下げることができるので、一旦視界が良くなる高さまで下げます。次にこの土台の高さを決めるための家具、オールドテーブルセットを置きます。置く場所は窓寄りであればどこでも大丈夫です。置けたら先ほどのウッドビームをもう一度掴んで、今置いたテーブルセットの椅子の部分が隠れる高さまで下げていきます。ここですね。高さが決まったらウッドスラットを掴んで窓の後ろ側に移動させていきます。ウッドルーフが白い棚の部分と接するように設置しましょう。ちょっと間が空いているので調整します。これでぴったりくっつきました。横もパネルにぴったりくっつけます。ここでテーブルセットは一度しまって、反対側も今と同じ手順で作ります。ウッドスラットにビーム3本とルーフを貼って下げるところまで一緒です。下げる高さは1つ目のルーフに合わせます。ウッドスラットを奥に移動させるときは、1つ目に置いたルーフとの重なる位置が中央から均等になるようにします。この後、土台は動かせなくなるので、少し遠目からのバランスもしっかり確認します。確認が終わったら、壁掛け剥がしの小技を使ってビームを回収していきます。まずは左のルーフがくっついているウッドビームを選択して、このように紫色になったところで台座に乗せる機能を無効にしてから ESC キーを一度押します。次に2本目のウッドビームを選択してから ESC キーを押します。ESC キーを正しく押せていると、このようにルーフが元の位置に戻ってきます。3本目のビームも同様に
選択してから ESC キーを押します。最後にウッドルーフも選択してから ESC キーを押します。これで左のウッドルーフはウッドビームから剥がれた状態になったので、ビームを1本ずつ掴んで別の場所に貼り付けていきます。別の場所への貼り付けをせずにすぐにビームを回収しようとすると、くっつきが復活して剥がしのやり直しになるので、必ずこの貼り付けをしてくださいね。反対側も同じ手順でウッドルーフを剥がしていきます。ビームが壁の裏になって見えないときは、調度品リストの方から選択するとやりやすいですよ。6本のウッドビームを回収できたら、ウッドスラットも回収します。ウッドスラット2つとビーム6本はもう使わないのでしまっておきましょう。続いてサンルームの屋根を作っていきます。ナチュラルウッドビームを中央の窓の上に貼り付けます。カーブのすぐ上の真ん中に貼りましょう。2本目は窓の上ではなく横のパネルに貼り付けます。1本目のビームと直角になるように高さを合わせます。3本目も同じように貼り付けます。次にウッドルーフを2つサンルームの天井に貼っていきます。ウッドビームとルーフの縁がぴったりくっつくところに貼り付けます。反対側も同様に貼り付けます。次にダウンライトウッドロフトをビームの真上の高さに貼り付けます。ビームの真上にロフトの縁が来るようなポジションです。ここに倉庫から IB カーテンを出して貼り付けるのですが、ロフトに沿ってこのように前後の移動ができるようになるので、ウッドビームの近くで窓に葉っぱの影がきれいに映る位置を見つけて、サブメニューの配置するを選択して設置します。設置できたらロフトは倉庫にしまっておきます。次に IB カーテン3つを貼り付けていきます。左右はローズピンクで屋根から垂れ下がる感じに。中央はパープルで左右よりも高い位置に貼り付けます。ここからサンルームの中身を作ります。まずスパイラルウッドステップを左側の窓に重ねます。
回転させて右の柱に接するポジションを見つけましょう。この部分を目安にします。次にシュラードカップボードをサイドに置きます。そして先ほど使ったオールドテーブルセットを斜めにして半分くらい出るように左側の窓に差し込みます。ここにシラディンサイドテーブルを重ねるのですが、先にオールドテーブルセットに座って椅子のポジションを確認します。今確認した椅子の場所にシラディンテーブルを重ねるように置きます。ちょっとずれているので調整です。これは椅子判定がある家具の真上に台座の家具を重ねると台座の方に座れるようになるという家具の性質を使った小技です。他にもたくさんの組み合わせができる小技なので、ぜひ使ってみてください。いい感じに座れました。もう一つも置いていきます。いいですね。次にチョコボダイニングテーブルをオールドテーブルセットに重ねます。あると可愛いのですが、対人成績5000が必要なので、入手が難しい場合はなくても大丈夫です。テーブルの上にはお好みでティーセットなどを置いてくださいね。次は真ん中の窓を飾ります。まずフラワーバスケットを窓辺に置いて、マンドラクイーンの花瓶を重ねます。花瓶を裏返してから頭のお花だけが出るようにバスケットに重ねましょう。この花瓶でしかできない淡いピンクのお花は今回の窓辺にぴったりです。かわいいですね。最後は右側の窓辺にベッドを作ります。シャーレアンデスクを斜めにして窓辺に少し埋めるように差し込みます。デスクのカーブと窓の右の柱が同じくらいの位置になるように置きましょう。続いてファーマーズヘイベッドをデスクの上に重ねます。帽子の下あたりのデスクとの重なり方を目安にしてみてくださいね。次にデスクの上にツインクッションを2つ乗せます。2つ目はベッドの藁を隠すように少し斜めにしておくと良いです。次にユールマーディバンを一旦手前に置きます。
この家具は椅子なのですが、居眠りエモートを使うと寝ることもできる便利家具です。今、上を頭側にして寝ていたので、右下が頭側になるように回転させてデスクの下に持っていきます。先ほどのオールドテーブルセットの時と同じように、こうするとデスクに座れて、今回は寝ることもできるようになります。種族によって寝た時の位置や寝方が変わるので、自分に合わせて調整してみてください。それでは右側を仕上げていきます。フローリストカウンターを取り出して窓側に持っていき、少し回転させて左の黄色いお花だけが出るように置きます。この色合いと大きさのお花も他にはないんですよね。ベッドの横には白金飾り棚を置きます。回転させて2段目に赤い小箱が見える向きで置きましょう。最後に両サイドに仕切りを置きます。プリズンパーティションドアを一番端の列だけが出るようにしつつ、土台からはみ出ない位置に設置します。反対側も同様に置きます。これでサンルーム部分が完成しました。ここからはお部屋部分です。天井にはおなじみウッドルーフウィンドウを使います。プリズンパテに接する位置でシャンデリアが隠れないような高さが良いと思います。反対側も同様に貼り付けます。貼った後にずれていたら左右対称になるように調整してみてください。続いて右側のソファーエリアを作ります。ユールモアディバン2つを縦と横に設置します。次にステージカーテンをタッセルより下だけを見せるように貼ります。そしてサイドタイドカーテンをソファーの上に貼り付けます。続いてスターリーハンギングオーナメントをカーテンの間に貼り、事件屋の肖像画の上にバタフライスペシメンを重ねます。
次にアンティークウォールシェルフをソファー上の壁に貼り付けます。椅子の背もたれには3色のレザーバッグを使います。このバッグを先ほど貼ったシェルフの上に裏返して乗せていきます。3つ全部乗るように1つ目は端に寄せて乗せます。乗せたらシェルフを掴んでバッグの紐が見えなくなる位置まで下げます。バランスを見て全体を少し調整します。ソファーエリアが完成しました。続いてはドレッサーエリアです。最初にサイドタイドカーテンを貼り付けます。次にスワッグバランスカーテンを貼ります。カーテンの端とウッドルーフの端が合うように貼りましょう。さらにモーグリの時計を時計部分だけが出るように貼り付けます。次にカーテンの幅に合わせてショーケースを設置します。台座に乗せる機能を無効にするとパネルを通り抜けておけるので、カーテンのカーブに合わせつつガラスが薄く出るように置きます。次にシャーレアンデスクを設置します。そしてクラシックドレッサーも重ねます。椅子はシャーレアンチェアです。デスクの上はお好みですが、メイクアップボックスとテーブルトップハットスタンドを置きました。最後にグブラフロアランプを一度置いて電気をつけます。回転させて電気が一つだけ出るように設置します。これでドレッサーエリアが完成です。ここからは玄関周りを作ります。まずはマホガニーパーティションドアを入り口に設置します。置ける範囲の一番端に置きましょう。ここにシークレットパーティションを裏返して重ねます。
マホガニードアの木の部分が見えなくなる位置に置きます。次にステージパネルを斜めにして間を埋めるように置きます。この時、横との隙間が開かないようにしながら最大限パネルを前に出します。反対側にはマーブルアーチパーティションを置きます。先ほどと同じように最大限前に出して設置します。次にダウンライトウッドロフトを倉庫から取り出して電気が4つ見える位置にサブメニューの配置するで設置します。続いて IB カーテンを倉庫から取り出してサンルームの時と同じようにカーテンをロフトに沿って前後させ葉っぱの影がきれいに出るところを見つけたらサブメニューの配置するで設置します。両側にも IB カーテンを貼っていきます。次に左側の壁沿いにフォルタンファイアプレイスを設置します。暖炉の光が遮られないように置くと綺麗です。次に IB ミューラルを貼り付けます。蝶々の模様が見えるように位置を調節します。小物はお好みですが、シラディンサイドテーブルにサンドリーキャンドルセットを置いてみました。右には棚を作っていきます。まずショーケースを設置します。その上にスロッピーワードローブを重ねます。ローブの扉がアーチの柱の真ん中くらいになる場所に置きましょう。この後ろにステージパネルを設置します。手前にはシュラウドストールを置きます。ここもお好みですが、オーケストリオンとリテイナーベルを置きました。最後にシークレットパーティションを開けておくための NPC を設置します。隠しやすいララフェルにしてドアの近くの見えない場所に動かします。入り口側が完成しました。ここから仕上げです。インダイレクトウォールランプを壁に貼り付けて電気をつけてから
ムの天井の隙間に隠すように貼り付けます。このランプの光があることで空間に透明感が増すんです。ソファーエリアの下には C プラグを置きます。白いふかふか部分だけが見えるように回転させます。お隣にもう一枚つなげておきます。ラグの上にはピクニックバスケットを置きました。最後に床の内装を白木床に変更します。グラデーション窓のサンルームが完成しました。いかがでしたでしょうか？今回はグラデーション窓のピンクとイエローに合わせて全体をフェアリーテイストにしてみました。かっこいい雰囲気がお好きな方には黒と青を基調にしたグラデーション窓のアーバンモダンの動画もありますので、そちらもぜひご覧くださいね。最後までご視聴ありがとうございました。